昔はもう海辺で暮らして毎日釣りやっといたかった。済んだか病院遠いわ。あ、結構引いとるんやね。そう今大潮で一番干潮ってあれがうちのおお、結構。向こう側の長崎あれがあれも長崎。うんおお。一番高いところの上にポコってちっちゃいのポコって見えるわからん。あれがね雲仙普賢岳なんですよ。あ、あれが。うん、そうあれがで溶岩ドームがねポコって見える。へえ、あれが雲仙なんだ。そうそうそうかの有名な。そう有明海挟んでいいね。おはようございますおは。ようございます。あゆさきチャンネル満作の宿り支援西のあやと。さきでございます。まあちょっとお仕事でね、熊本来てます。うちの母方の地元よりちょっと遠いか、天草じゃないから、ちょっと今回お世話になった方のお家拝見というか、まあ教科といろいろと見ようかなっていう、はい、ちょっと時間空いたんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きますか。行きましょう。撮っとる。マジ怖いんだけど、こういうの俺は。むっちゃ海の匂いするんだけど。さあどうしますか。どっから見ますか。いや広すぎるもんでさ、うん、ちょっと全体ぐるーっとキュルキュルで回ってっかなっていう、来た時に変な感覚あったんだけどね、なんだろうと思って、じゃあちょっとぐるっと見てっかな。むっちゃのどかやわ。特に悪いものは全然ないよね。うん、今そこにおるんだよね。おじいさんがそこにおるんだけどさ、じーっと見とってこっちを。マッキーがすごいね。ねみんな気をつけてくださいよ。ちゃんと見られてますからね。変なことしちゃダメですよ。いいよ、そこら辺で。
なんか全然悪いものがないけどまあいいんだけどさ、悪いもの探しとんの悪いもの探しとんだけどいや悪いものあったらなんとかしなきゃやもんで、別に全然綺麗すぎるんだけど。大丈夫、これモザイク入れとかんのか。著作権あるよ、著作権。著作権あるで。さっきアリエルおったけどにゃにゃにゃ。ああ立派だこと、すごいわ。ちらほら精霊がいるのはどういうことでしょうか、これは。精霊いますか？ちらほらいるんだけど、庭に。庭っていうか、ちらほらいるんだけど、珍しいなと思って。多分これ精霊の反応だよね。微精霊の反応だよね、これ。ちょこちょこ気になっとんのがここに。じゃあお宅訪問突撃。庭に精霊がおるってなかなかですね。なかなかもう豊かな証拠で。父親がね結構丹念にやってるんですよ、手入れを。だってこんだけ密集しとったら空気が重いのが普通なんやて、でも全然重さを感じないもんで、綺麗だなと思って。ここやな。ここやな。ここに多分普段いる。微精霊が溜まってる。精霊、まあ神までは言わないけど、ここやね。ここ。ここやね、これ。触れる？わかる？ちょっとピリピリする。わからん？わからん、ここ。ここ。多分ここら辺うろうろ回ってるよね。微精霊。微精霊やね、これは。まだ形にはなってない。なってない。どうですか。こっちだよね、やっぱ。こっちよりこっちだよね。この子じゃない。やっぱたむろっとる感じだね、ここら辺で。いい証拠や。ありがとうございます。もう豊かっていうか土地が恵まれとるっていうか、いい証拠で繁栄するっていうかね、こういうとこは。これが長年何百年続くと、それこそ座敷わらしとかになるんですか？なるっていう。じゃあお住まい入りますかね。羨ましきやてうちボロすぎるんでいいですか。お邪魔します。もうとびっきり何にもないんだよね、悪いものって。悪いもの探しとるわけじゃないんだけどちょっと失礼します。よっよっ。どっから見ていこう。気になるとことかある？気になるっていうのはね、さっきの小屋の方がちょっと気になるなって言われてたんですよ。別に変なものは全然向こうなくて。あ、そうですか。悪いものもなければ浮遊霊の痕跡もないし、その触ったような跡もないもんで、全然悪いことは起きない、あれだと。あ、そうですか。
そうやね。向こうは全然気になんないかなっていう。じゃあ、座敷かな。こっち。はい。あ、やっぱこれだよな。うん。さっきさ、そこなんやね、外。うん。ここ通っとるよね。へえ。ここ行き来してるよねっていう。あ、そうですか。うん。ちょっと失礼します。ああ。この部屋って普段使ってるのかな。多分。いや、あんまり使ってない。ここにいるね。あ、そうですか。うん、ここら辺に残位があるね。うん、ここやね。多分そっちから行ったり来たりしてちょうど真正面のとこやもんで、すごい気になっとった。ここやね。ここに定点カメラとかつけたらなんか映るかもよ。悪いもんじゃなくて。悪いもんじゃない。これは全然悪いもんじゃない。実家の夢を見るときに僕は、うん。ここからこっちを見てる夢をよく見るんですよ。へえ。うんうん。なるほど。そのなんか関係あるのかな。美精霊の意志とか。意志を同調してるとかね。あ波長がいいとそうなるかなって。だからまあ全然良すぎてね、びっくらぽんや。だかびっくらぽん。らまあ、よどみとかほんとないからね。あ、そうですか。綺麗すぎる。びっくりするぐらい。すげえ。ただ、ちょっと失礼します。うん。多分ご先祖か亡くなった方の関係者だよね、これ。何人か見えるんやって、ここに。え？今一人だけど、痕跡が何人かあるんだって。あ、そうですか。うん。女性の方が一人見えるんだけど、上の写真の誰かとかそんなん。似てるね。ももうちょい若い感じだけど、似てるね、すごい。へえ。おばあちゃんになったらみんなね似てるんで。そう。だからひいおばあちゃんでこっちがばあちゃんなんですよ。で一番左がひいばあちゃんなんです。もうちょいどっちかっていうと顎が細いもんで、こっちの方の方が似てるのかな。もうちょい若くした感じで。まあ別に普通に今お見えになるだけで穏やかに。ああ、そうですか。うん、そのご先祖様もこうやってお盆じゃない時期でも見えること見えることは全然、あるんですか。うん、心配になってるとか、そういう時になるとこっちはに居座ったり。だから痕跡が今パッと見ただけで、今お一方と痕跡だけであと3あるか、計4がある。で、別に全然悪い気もないし、その未成仏っていうわけでもないし、未練があるわけでもないし、普通に穏やかにおるだけだもんで、うん、全然いいかなっていう。この明かりの点とは何か意味がある。なんかなんかおかしいよね。なんでっていう。ついたり消えたりで。そう。こういうもんじゃないよね。絶対違うよね。こういうもんじゃない。じゃないよね。もしかしたら、たらればね。こっちの右上にいらっしゃるもん。パク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 。ね。この右上にいらっしゃるもんで、裏のとこに変な作用しとるのかもしれない。たらればで。たらればの可能性、これは。でもいつも
ここにいらっしゃるんですか？そうそう。ここに痕跡がしっかり残ってるから、おそらくそこから見てるっていう感じなんだよね。ああ、なるほど。離れたらしっかりしてた。だから悪い現象ではないから全然いいかなっていう。なんか病気のことをこうやってもう治りますようにみたいなことをまあやってるんですけど、それがやっぱ心配で出てきてくれるというか、そんな感じでもない。まあやっぱ仏壇に立つと何事だろうと思って出てくるんだよね。あ、そういうこともあるんですか。だから普段もう向こうに入り浸らずにこっちにいて常に見てる方はいる。だからとかではなくて、浮遊霊ではなくて一回成仏してちゃんと許可を得てこっち側で居座っとるっていう感じだよね。それもあるんですね。今映った？今そっからスーってさ、俗に言うなんての、一般的にオーブじゃないけど今ふーって今行って体通り抜けてそっちに行ったけど、それ微生霊かな今のが。はっきり映ったけど今俺の目には。そうですか。だからやっぱここうろうろしとるよね。一体だけじゃなくて。今のは1体しか見えなかった。ちょっと大きめのね、こんな感じの、こんなぐらいの大きさがあったかな。ちょうどそこからふって抜けて、そっちに消えてった。なんかお盆の時しかいないのかなと思って、ちょっとお参りおよそかにしがちな感じもあるんですけど、やっぱこうやって参るってことは悪いことではない。悪いことではない。一番悪いのは忘れること。忘れることが一番の本当に悪いことやもんで、思ってあげることが一番いいっていう。立派やわ。綺麗にされて。いや、直前に頑張った。直前に来られる。見られるかで慌てそう。そう。もう前のめりで。あるあるですね。じゃあこっち行きますかねっていうか、もうこれ見た瞬間、ロマンだね。ロマンだね。わからん。かっこいいわ。これ見ながら酒飲みたいよね。ずーっと。イライラしながら。本当に悪いものが全然見当たんなくてね。なんだろうね。大丈夫。母親の寝室になるんですよね。こっちはこんなもんか。これはそんなに。何も感じない。何にも感じない、正直。何も感じないかなっていう。よかった。じゃあ、向こう側行きますかね。こっちはこっちはね、おじさんの部屋で。見とく？ちょっと見るだけ。ちょっと結構散らかってると思う。ちら見て。見ない方がよかったと。そういうことか。微生霊がこっちに寄りたくない理由はそういうことか。気がよどんでる。これよどんでる。気がよどんでる。だからこっちに多分微生霊が行きたくないんだよね。こっちがばっかなんだよね。だからまあ換気とかちょっとした方がいいのかなって向こうは。なるほど。では次行きますか。ここはね、子供部屋だったとこなんですけども、見せれる状態ではないっていう。じゃあ確認だけしていい？はい、確認だけ。確認だけ。大丈夫だよね。ここが9、今もう倉庫みたいになってるんですけど、旧リビングみたいな。年季入っとるね。インバーターや。昔こんなんやったんや、うちも。どれだ？どれか強いのがあるね、これ。左から2個目かな。多分力が強いのが。
そこうちの親父が今なんだっけ、そうだよ。壮大なんですよ。うんうん。これがなんか強いんだよね。力があると悪いことにはならない。そう悪いことにはならない。要は結界とか力があるとその弾くというかはい。変なものが寄れないみたいな。はいいいものは何だろうっつって寄ってきて、悪いものは気持ち悪く感じる。清い力に対しては。だからすげえ結構俺ピリピリしてるんやて、手が。いろんな神社のお札をうんあげてるんですけど、うん構わないんです。構わない構わない。まあ俺の入れた力は別問題だけど、潰し合うことはよっぽどない。はない。よっぽどない。いやもういろんなとこ見とるけど、それだったらすでにこの家おかしくなってる。普通に立派になってるから全然問題はないかなっていう。なんか俺結界かける必要なくなってきたんだけど、こんだけ立派だと立派だと全然。まあでもちょっと家の裏もちょっと見てもらいたいなと思ってて、この後。お台所も古いけど綺麗だよね。見習いてえわうちも。いいとんでもない。うち見せようか。見せようか。やべ。乙女の敵があるよここ。乙女の敵が置いてあるよ。そこでやるんです。お手洗い。こっち開けても。こっちははい、母ちゃんの部屋です。旧ばあちゃんの部屋。どうし。そこに女の人がおるんだけど、泣いてるんだけどどうしよう。どうしよう。泣いてる、ね。誰なんだろう。誰？ちょっといいですか。はい。ちょっとどうしよう。どっちの方がお父様の方がいいか。はい、はい。ちょっと記憶ください。右手ください。ありがとうございます。関係ない人やね。関係ない人やねこれ。多分惹かれただけだね。ちょっとこの子っつった姿勢だけど成仏させようね。
あ多分さまよってこっち来ただけやね。でよく分からず泣いてた。泣いてた。うん20代半ば後半30いってないぐらいの人で、なんか泣きながらぐずぐずしてて、どうしたらいいのか分かんないって言われたもんで、とりあえず送ろっかっつったら泣きながら行ったから、成仏して普通に消えてったから大丈夫。よかった。空気も変わった。ね、変わりましたよね、なんか。空気変わった。なんかね、すごい明るくなったような気がしました。ちょっとこういうこともあるやね。家賃も払わずに。家賃も払わずに、家賃請求は世行ってからしてください。1階はこんなものかな全部。そうですね。あと2階行きますか。 2階はひどいよ。ひどいああ、2階はひどい。ひどい。 2階はもうちょっと見て、これひどいと思ったらもうひどい。見える。まあうつさんどく？いや、一応ついていってもらって、さっきさんに全モザイク？全モザイク。2階は家族のものは踏み入れないですよね。父親の寝床なんですよ。特には全然悪いのはないけどね。まああえて言うなら物理的に空気が悪いだけ。それ以外はもう全然何にも悪いの感じないからね。空気入れ替えてください。そんなぐらいです。こんなんかなっていう。ちょっとやっぱ整理した方がいいですよね、あれね。まあ人のこと言えないですね。ちょっと換気はした方がいいかなっていう。まあ全体的にはこんな感じで大丈夫そうかなっていう。ちょっとね、気になるところっていうか、見てないところがちょっとあって、ちょっといいですか？はいはい。ちょっと昔、ここで工場っていうのをやってて、やっぱ結構広いでしょ。で、いろんなね、水槽みたいなのもあるんですよ。で、もう廃業してから使ってない水槽なんですけども、まあ、ここもね、かつが水槽になってるんですよ。で、ここからちょっと通っていくんですけど、ここでなんか感じるものみたいなあるんだったら。なんか今横切った感じがしたんだけどな。ここまででちょうど一周です。さっきの畑やね。そうです。さっき水槽の1個目のところに抜けた時に覗ってる人がいたんだけど、ちょうどあそこの電柱の後ろぐらいですよね。そうやね。
あそこでちょっと通り抜けるときに動いたんだよね。向こうで見た方が分かりやすいか。なんか変な感じがするね、あそこ。蚊が多いんで、はい。子供がおる。子供？子供がいる、あそこに。ちょっと。ここ踏むとまずい大丈夫です。でしょ。多分仕留めた。こっちには痕跡ないね。やっぱ外側へね。成仏した？成仏じゃなくて燃えた。苦しんで燃えた。から子供の悪霊。そんなんあるんですか？うん。こっ子ち供の悪霊。そう。もう見た目完全に子供で、なんていうの、顔半分がドロンって溶けて、こっちこうやって見とったんやで。じゃあもう魂食べとるってこと？食べとるやつ。一回こっち通った時に動いて暗くてわからんかったんやて。で、なんだろうと思ってこっち側痕跡ないんやて。でも外側にあるんやて。向こうから見た時に外側にあって、その隙間を覗いたら顔だけクッて覗き込んどったもんで、打ち抜いてやった。やったって言ってまた言葉言われる。そしたらもうすんごい声出したけど、あーって転げ落ちて燃えたもんで、もうアウトやね。手つけとるんだもん。もう人の魂食っとるねって、あれは。子供でも関係ない。関係ない関係ない。ずっとおったんですか？多分そう。でもこの家っていう感じがしないんだよね。ここら辺におったっていう感じ。ああ、そうなんですね。うん。痕跡が染みついてなかったから多分その神棚とかしっかりしとるやん。近づけないんやで。そういうことね。こっちまで。こっちまで近づけない。だからこっちから様子見とったっていう感じなんだよね。だからもうそうやね。手ついたとこも燃えたね。わかるかなこれ、あっち。こっからまっすぐ見てさ、向こう見えるじゃん、木が。こうやって斜めになってさ、隙間、こうやって屋根の隙間、あそこからこっちを覗いてた。だからあの間に矢ぶち込んで、この間に？そう、あの間に呼んでぶっ刺さって苦しみながらこっちに転げ落ちてったっていう。子供の悪霊がおって、そう今安く。うん。多分今後悪さするかもしれんかったからなんとかなったっていう。こんなとこかな？うん。母からやられんかった？いや、やられたね。めっちゃやられた。食われた？食われた3個ぐらい。早いわ。ってことはお家の中心から要をかけて全部
結果かけた方がいいか。いいですか？うん、いいですよ、全然全然。そしたらさ、美精霊ちゃんたちも成長する、また。成長するかもしれんよね。あと欲的に言えばクモの巣だけは取ってほしいです。クモの巣だけは取ってほしいです。つける前にいやいやいや、今後今後ちょこちょこ気になった時に。夏はすごいですよ。そううんそう。じゃあお家入って中心部がどこになるだろう。多分そこなんだよね。多分そこなんだよね。あーそういうことかだから美精霊ちゃん真ん中いるんじゃないっていう。なるほどじゃあもう一回失礼します。かゆい。かゆい。蚊にとっての極上の餌で。うん、まあエコーかけて正確な場所出すか。そう電気つけましょう。うん。向こうの倉庫も入れた方がいい。結界し。倉庫込みの方が。っていうことちょっとずれるね。あ、そっか。ここじゃないね。倉庫込みだとこっちになるな。だから神棚の方ですかね。神棚の部屋かな。そこ込みだった。そうですか。いや、外やな。外。外やな。外やね、中心部。意外と外やった。手が暴発する。ここやね。できれば後々水とかきれいにしといた方がいい。水ですか？水とか、この辺の全部できれば。北がどっち？あっち。じゃあそっちから取った方がいいか。食われる。食われる。
一旦外出て。はい。上上がった方がいい。OK。はい、終わり。ちゃんとかかりました。これで当分いいはず。負の感情を飛ばした。うん、そう。結界張ってちゃんと作用するかどうか、悪い気ぶん投げてちゃんと弾いたから悪いもんも入ってこない。そうそう。悪い気を投げて。結界機がもうずっとではないけど、まあ3、40年は。でもあまりにもその大きな災いとか来たらどんどん減っていくよっていう。大きな電池みたいね。だんだんと減っていくけど、まあ3、40、50、まあ50年は持つかな。じゃあ賞味期限は50年で。でまあ減ることを考慮して30年は大丈夫かなっていう。30年ローンで。後ろにいた子供のその悪いやつ、子供の悪いやつはやっぱあそこにその水が溜まってるから、そう寄ってきやすい。そういうことですか。水は良くも悪くも集める。いいものも集めるけど悪いものも集める。だから溜まる流れがないってことはそこで滞る、で腐るとより悪いものが取り付きやすくなる。だからできれば水環境をなんとかした方がいいのかなっていう。ため水っていうか、そういうのはもう流して、流した方で。だからここでもちょっと汚れてるけど、ある程度流れてるから悪いものも流れてくる。これが止まってたらどんどん悪くなる。だからお水を気をつけてくださいと。そんなぐらいです。ということで終了でよろしいでしょうか。はい、疲れました。お疲れ様です。お疲れ様です。